質問。預言者ムハンマド、彼に平安あれに下された聖なる啓示は、即東洋転換、精神脳の障害によって引き起こされた転換発作の結果だったのでしょうか。答え。これには、無神論者たちがどうしても解決できない決定的な、論理的破綻、矛盾が存在します。まず直面する疑問は、預言者はなぜ、自身の教えのためにこれほどの苦難を耐え抜き、クアイ種族の不信仰者たちからの度重なる莫大な富や権力の誘惑、懐柔策を退け、13年もの長きにわたり彼らの迫害を耐え忍ぶことができたのか、という点です。さらに大きな矛盾は、預言者がその生涯を通じて一貫して極めて誠実、正直であり続け、自らが携える真理に対して完全な姿勢と確信を抱いていた、という揺るぎない事実です。彼の多岐にわたる生涯の局面や、直面した数々の危機において、彼がただの一度でも、嘘をついた、という記録は歴史上どこにも存在しません。少しでも公平な視点を持って彼の伝記、シーラを研究するものであれば、自らの使命に対して、100% の確信を抱いていた人物の姿しか見出せないはずです。もし無神論者が主張するように、預言者が、詐称者、偽預言者であったとするならば、彼は生涯を通じて嘘をつき続けていたことになります。しかし、精神医学、心理学の分野において、嘘をつき続ける人物の特性は明確に定義されています。すなわち、臆病であり、確固たる信念、原則を持たず、誘惑に弱く、時間の経過とともにその嘘が必ず露呈するという特徴です。しかし、預言者の生涯や不義、虚偽に対する妥協なき姿勢、崩御されるまで真理の上に立ち続けた不屈の精神、そして生涯で一度の嘘も証明されなかったという事実は、常に嘘をつき続ける人間の本性と、完全に真逆です。無神論者たちがすがる最後の砦、即東洋転換説。この圧倒的な論理的矛盾を前にして、預言者ムハンマドの類稀なる勇気、誠実さ、信頼性をなんとか、神を排除して説明しようとした無神論者たちが編み出したのが、次のような主張です。彼の預言者としての体験は、単なる、即東洋転換、テンポラルローブエパイレプシーの発作に過ぎない。だから彼自身は確かに誠実で勇敢であり、本気で信じていた。しかし、彼が言っていた啓示は、即東洋転換による脳の錯覚、妄想だったのだと。主よ、このような不敬からお守りください。私は、この主張こそが無神論者たちの、最後の賭け、最後の悪あがきであると考えています。なぜなら、この主張の医学的、歴史的な破綻を証明すれば、無神論のロジックは完全に崩壊し、預言者ムハンマドの神聖性が決定的に証明されるからです。まずは、この主張を医学的見地から解体していきましょう。断言しますが、預言者が即東洋転換であったなどという新説を唱え、吹聴している無神論者は、精神医学や脳神経外科の専門知識が皆無であるか、あるいは預言者の伝記、歴史的真実を完全に無視している無知な人物だけです。即東洋転換の発作症状を正しく理解し、それを預言者の実際の生涯、言動と照らし合わせれば、この主張がいかに悪質で、あまりにもお粗末な捏造であるかが一目瞭然となります。医学的検証、即東洋転換の症状と記憶力の低下。脳医学において、即東洋転換、TLE は大きく、単純部分発作、シンプルと、複雑部分発作、コンプレックスの2つのタイプに分類されます。この的外れな論難を煽る無神論者たちは、預言者にこれら双方の発作が起きていたと仮定、妄想しています。しかし医学的に見て、即東洋転換の発作の直前には、毎回以下のような、前兆症状、アウラや発作随伴症状が普遍的に現れます。意識の混濁、思考の混乱、意識障害、周囲の状況がわからなくなる、記憶の喪失、健忘症、吐き気や胃腸の激しい不快感、軽い幻覚物の一部分が異常に大きく、または小さく見えるなど、医学文献、リファレンスにおいて、即東洋転換の最も重要な特徴として挙げられるのが、記憶力への深刻なダメージ、機能低下です。なぜでしょうか。それは、脳の側頭葉という領域こそが、人間の記憶の処理や定着、長期記憶の形成を司る極めて重要な場所だからです。そのため、側頭葉転換の発作を慢性的に繰り返している患者は、記憶力が著しく低下、減退します。発作を重ねるごとに脳の記憶ネットワークが破壊され、
記憶障害を引き起こし、深刻な場合には記憶そのものを完全に喪失、全健忘することになります。脳医学において、複雑部分発作、コンプレックスパーシャルシージャーの最中には、意識の完全な喪失が起こり、転換の本質的かつ革新的な特徴である、運動障害や、痙攣が発生します。つまり、筋肉の激しい痙攣が起こり、口からは唾液、よだれが流出することがあります。また、無意識のうちに頭部が激しく回旋することもあります。通常、この発作は30秒から2分間持続します。もし発作が2分以上続く場合、それは患者の生命に関わる深刻な危機、転換重積状態を意味し、直ちに緊急医療処置、救急ケアが必要となります。発作後の病態と記憶障害の医学的現実。さらに、発作が収まった後、患者は、発作後状態、ポスティクタルステートと呼ばれるフェーズに入ります。この段階において、患者は激しい言語障害、言葉をうまく話せない状態に陥り、記憶障害、見当識障害を引き起こします。つまり、これらの一連の医学的事実から明らかなのは、記憶の混乱や障害が、発作の前、発作の最中、発作の後まで、一貫して患者につきまとうということです。患者は自分が発作を起こしたこと自体を自覚していないことさえあります。さらに、激しい腹痛、胃腸の不快感に襲われ、発作から数分以内には、多くの場合、深い昏睡のような睡眠、昏睡期へと入ってしまいます。以上が、側頭葉転換における主要な医学的特徴です。預言者ムハンマドに、これらの症状が一度でもあっただろうか。では、預言者、彼にあった平安と祝福あれは、これらの段階を一度でも経験されたでしょうか。預言者、彼にあった平安と祝福あれの記憶が混乱したり、胃腸が激しく侵されたり、あるいは筋肉が痙攣したりしたでしょうか。主が意識を失われたでしょうか。歴史上、そのような記録はただの一度も伝えられていません。それどころか、預言者、彼にあった平安と祝福あれは常用銃、ラクダや馬に乗っている最中に刑事、和ヒが下り、それが終わると、そのまま直ちに人々に主のメッセージを明確に伝えておられました。医学的に見れば、転換患者が常用銃の上で発作を起こせば、意識を失って真っ逆さまに地面に落ち、頭部に大怪我を負うことは避けられません。また、預言者、彼にあった平安と祝福あれはミンバル、説教壇の上で説教をしている最中にも啓示を受け、その直後にそのまま人々に主のメッセージを語りかけておられました。無神論者たちが、側頭葉転換の発作だと妄想している啓示の後、預言者、彼にあった平安と祝福あれの記憶に混乱、障害が生じたでしょうか。この問いに対する答えは、預言者、彼にあった平安と祝福あれ、ご自身の言葉、神聖なハディースに委ねましょう。預言者、彼にあった平安と祝福あれが、啓示はどのように下るのですかと尋ねられた際、次のように答えられました。ある時は、鐘の音が鳴り響くように私にやってくる。これが私にとって最も激しい、重いものである。そしてそれが私から離れ去る時には、私は天使が言ったことを完全に把握している。またある時は、天使が人間の男の姿となって私に現れ、私に語りかける。私は彼が言うことを完全に把握するのだ。サヒーフ・アルブハーリー。それが私から離れ去る時には、私は彼が言ったことを完全に記憶している。私は彼が言うことを完全に記憶する。これは、側頭葉転換の病理とは、完全に侵略の現象です。側頭葉転換の最も重要な特徴は、患者が何が起きたかを全く記憶していないという点です。それどころか、発作が起きたこと自体を認識できないことさえあります。さらに、発作が慢性的に繰り返されると脳の海馬や側頭葉が萎縮し、記憶力が完全に破壊され、特に新しい情報を保持、記憶する能力が完全に失われます。脳疾患の記憶喪失と、驚異的な啓示の暗記、新しい情報を一切記憶できなくなる、という転換の医学的現実と、預言者、彼にあった平安と祝福あれのもとに数時間おきに下っていた啓示の光景を比較してみてください。啓示が離れ去った直後、預言者、彼にあった平安と祝福あれはそのすべてを完璧に記憶し、質問者に答え、社会問題を解決し、未来の奇跡を予言し、あるいは啓示の記録係たちに生々しい聖句を暗唱して書き取らせていたのです。
時には、いくつかの聖句だけでなく、一つの完結した章、スーラーが丸ごと下ることもありました。預言者、彼にあった平安と祝福あれは啓示が終わると、コンパニオンたちにこう指示されました。これらの聖句を、何々の章の、何々の聖句と何々の聖句の間に配置しなさい。そして、このように配置された聖句の順序は、預言者、彼にあった平安と祝福あれの脳裏に生涯を通じて完全に、一文字の狂いもなく刻まれ続けたのです。このメッセージを運んだお方の実際のありさまを、その生涯、伝記を、よく熟考してみてください。さらに、転換発作の基本特性である、身体の激しい痙攣、引きつけは、預言者、彼にあった平安と祝福あれの清らかなお体にどこに見られたというのでしょうか。コンパニオンたちは、預言者、彼にあった平安と祝福あれの講師の生活のすべてを、極めて微細なディテールに至るまで後世に伝えました。しかし、彼のお体が激しく痙攣した、あるいは引きつけを起こしたなどという記録は、一度として伝えていないのです。コンパニオンたちは、転換という病を知っていた。そもそも、コンパニオン・サハーバーたちは、転換、さらうという病気をよく知っており、預言者、彼にあった平安と祝福あれは実際に、転換を患う人々を治療、祈祷されていました。その確固たる例として、イブン・アッバースの弟子であるアターの伝承があります。イブン・アッバースは彼にこう言いました。あなたに楽園の住人となる女性を見せてあげようか。私は、ぜひお願いします、と言った。彼はある黒人の女性を指さして言いました。この女性が預言者、彼にあった平安と祝福あれのもとにやってきて、こう言ったのです。私は転換の発作、サラウを起こすと、無意識に衣服がめくれて、肌が露出してしまいます。どうか、アッターに私のために祈ってください。預言者、彼にあった平安と祝福あれは仰いました。もしあなたが、この病を耐え忍ぶなら、あなたには楽園が約束される。もしあなたが望むなら、アッターにあなたが治るよう祈りましょう。彼女は言いました。私は耐え忍びます。そして彼女は続けました。ですが、衣服がめくれてしまうのは嫌なのです。どうか、肌が露出しないようにアッターに祈ってください。そこで預言者、彼にアッター平安と祝福あれは彼女のために祈られました。この預言者、彼にアッター平安と祝福あれの祈りの後、彼女は発作が起きても、決して服がめくれる、肌が露出することはなくなったのです。このように、コンパニオンたちは転換という病気の本質を知っており、その症例を正しく認識、診断していました。彼らは身近で預言者、彼にあった平安と祝福あれのありさまを克明に観察しており、何一つ隠されてはいませんでした。それにもかかわらず、1400年もの歳月が流れた現代になって、医学の専門知識も歴史の素養もない無知なものが現れ、預言者、彼にあった平安と祝福あれに対してこのような的外れな罪を着せる、妄言を吐くなど、いかに不条理で愚かなことでしょうか。しかし、ここで次のような疑問を抱く者がいるかもしれません。預言者ムハンマド、彼にあった平安と祝福あれが啓示を受ける際、鐘の鳴り響くような音が聞こえたと語っているが、それについてはどう説明するのか、と。その答えは極めて明白です。それは、コンパニオン・サハーバーたちもまた、その同じ音を耳にしていた、という事実です。ウマル・ブン・アル・ハッターブ、アッターが彼を喜ばれますようには、次のように証言しています。預言者、彼にあった平安と祝福あれに啓示が下る際、主のお顔の近くで、まるでミツバチの羽音、地鳴りのような音が聞こえたものである。つまり、啓示の瞬間、コンパニオンたちは預言者、彼にあった平安と祝福あれの顔の周りで確かにその音を聞いていたのです。では、その場にいたコンパニオンたち全員が、同時に側頭葉転換の発作を起こしていたとでも言うのでしょうか。さらに、啓示が下る瞬間の預言者、彼にあった平安と祝福あれのありさまは、転換患者に見られるような激しい筋肉の痙攣や引きつけ、胃腸のパニック、記憶喪失などだったでしょうか。それとも、あった清らかなるかな、気高き方のお言葉を厳かに受け止めるための、極限の静寂と畏敬、ハシューの境地だったでしょうか。サヒーフ・ムスリムに収められているウバーダ・ブン・アッサーミトのハディースにはこう記されています。預言者、彼にあった平安と祝福あれに啓示が下ると、主は、畏敬の念から頭を低く垂れられ、コンパニオンたちも一斉に頭を垂れた。そして啓示が終わり、主からその重みが去ると、
主は頭を上げられた。このような厳かなありさまと、側頭葉天幹の無秩序な発作との間に、一体どのような共通点があるというのでしょうか。啓示の精神的物理的な重み。また、啓示の際、預言者、彼にあった平安と祝福あれの口から低いうめき声や寝息のような音、ラティートが漏れることがありましたが、これは転換の症状ではなく、啓示が持つ圧倒的な重みによる物理的影響でした。全能なるアッターは、クルアーンの中で預言者に向かって次のように煽っています。本当に我、アッターは、あなたに重いお言葉を授けようとしている。ムッツァンミル章第5節。啓示とは極めて重いものであり、それはアッターを念じる最高峰の行為、ジクルです。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれが、深い畏敬をもって、アッターを念じられるとき、その胸からは、まるで沸騰した大釜、鍋がグツグツと鳴り響くような音、アズイーズが聞こえたと伝えられています。その物理的な重みは凄まじく、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれが常用銃に乗っているときに啓示が下ると、その獣は重さに耐えかねて首を地面に打ちつける。座り込んでしまう、ほどでした。信徒の母愛者、アッターが彼女を喜ばれますようにはこう語っています。アッターの使者、彼にアッターの平安と祝福あれがラクダに乗っておられる時に啓示が下ると、そのラクダは、重さのために胸を地面に強く打ちつけるほどであった。また、ザイド・ブン・サービトの神聖な伝承によれば、ある時、彼の太ももの上に預言者、彼にアッターの平安と祝福あれの足が重なっている状態で啓示がおりました。ザイドはその圧倒的な重さに、自分の太ももの骨が砕けてしまうのではないか、と恐怖したほどでした。そして啓示が去ると、預言者、彼にあった平安と祝福あれは完全に正気で、書きなさいと煽り、下されたばかりの啓示をよどみなく口述されたのです。もし、このメッセージを運んだお方の啓示の瞬間の実際のありさまを、少しでも真摯に深く熟考するならば、このような低俗な疑念、シュブハは瞬時に消え去るはずです。思考なるアッターはクルアーンの中で次のように煽っています。いえ、私はただ一つのことについて、あなた方に勧告する。あなた方は二人ずつ、あるいは一人ずつ、アッターのために立ち上がり、よく考えてみなさい。あなた方の仲間、ムハンマドは、決して狂気、取り憑かれたものなどではない。彼はただ、激しい懲罰の前に、あなた方に使わされた警告者に過ぎないのだと。サバー章第46節。錯乱の言葉と、最高の雄弁、ジャワーミュー・アルキラム。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは、完全に 100% の意識を保った状態で啓示を迎えておられました。ただ、主のお言葉を受信することに完全に集中されていたため、周囲の状況から意識を内側へと向け、完璧な畏敬の念をもって聖句を受け止めておられたのです。そして啓示が去った瞬間、主のお言葉を完全に、一文字の狂いもなく記憶、把握されていました。そもそも、側頭葉転換の患者は、発作中に意味不明な言葉を口にしたり、いわゆる、転換性の叫び規制を発したりします。それに対して、言葉の要点本質を最も簡潔かつ完璧に表現する能力、すなわち、最高峰の雄弁さ、ジャワーミュー・アルキラムを授かった預言者、彼にアッターの平安と祝福あれの姿を、どうして同列に語ることができるでしょうか。特定の複雑な質問に対して啓示が下り、そのすべての回答の中に、時空を超えた高度な、奇跡、イヤジャーズが含まれているという事実を、どう説明するのでしょうか。転換患者は、発作が起きれば全身を震わせ、引きつけを起こし、地面に倒れ、錯乱し、記憶を失います。しかし、預言者、彼にあった平安と祝福あれの場合は、ラクダの上、説教団の上、戦場の最前線、あるいはコンパニオンたちに囲まれた席など、あらゆる状況で啓示が下り、そのありさまは転換患者の病理とは、完全に侵略の、気高く理路整然としたものだったのです。発作の無秩序性と、啓示の秩序性、神聖性。さらに重要な違いがあります。転換の発作というものは、その病理間と本質として、場所や状況を選ばず、いつでも、何の前触れもなく起こります。睡眠中に起きることもあれば、トイレ、不潔な場所の中で起きることもあります。しかし、預言者、彼にあった平安と祝福あれに下る啓示は、主が使わされて以来、極めて、規律正しく、目的をもってもたらされていました。人々の質問に答えるため、法的な裁定、ファトワーを下すため、
天からの重大な知らせを届けるため、そして思考の知恵に満ちた聖句を刻むために下されたのです。決して無秩序に、意味もなく起きるものではありませんでした。それどころか、もし家の中に不潔なもの、お仏や、偶像、絵画像、あるいは、用もない犬がいるような状況では、啓示をもたらす天使は決して預言者の家に入ることはありませんでした。最後に、転換患者の認知、精神機能の生涯を見てみましょう。医学的に、側頭葉転換を慢性的に患っている人は、時間の経過とともに脳細胞が深刻なダメージを受け、全体的な認知能力や精神機能が著しく低下、退行をしていきます。記憶力だけでなく、認識力、社会的コミュニケーション能力、実務能力、行動のコントロールなど、あらゆる側面に破壊的な影響を及ぼします。その結果、組織を率いるリーダーシップ能力や、まともな社会生活を送る能力は著しく衰退してしまうのです。病気によって脳機能やリーダーシップ能力が崩壊していく転換患者の現実と、人類史上において、最高の教育者、最も偉大な指導者、最も慈愛深き父親、最も高潔な夫であり続けた預言者、彼にあった平安と祝福あれの偉大な生涯を比較すること自体、あまりにも荒唐無稽で、医学的にも歴史的にも到底成り立たない暴論なのです。しかし、ここで新たな疑問を投げかける者がいるかもしれません。側頭葉転換の患者が、天才や思想家になったり、あるいは極端に宗教へ傾倒したりすることはあり得るのではないか、と。その答えはこうです。このような説は一部の人々の間でまことしやかに囁かれていますが、それは単なる仮説に過ぎず、客観的な証拠や医学的根拠はどこにも存在しません。それどころか、英国心理学会、ザ・ブリティッシュ・サイクギカ・ソサエティが発表した研究論文において、側頭葉転換と過剰な宗教体験、過宗教性の結びつきという概念は、科学的な誤謬、誤りであることが証明されていると結論付けられています。この説を主張する人々は、典型的なチェリー・ピッキング、都合の良いデータだけの選別の罠に陥っているのです。彼らが言っているのは、転換を患っていると同時に、たまたま宗教熱心である特定の個人だけに焦点を当て、その病態と宗教性を強引に結びつけるという誤りです。その結果、世間の一部で、側頭葉転換と過剰な宗教性の間には因果関係がある、という錯覚が生まれましたが、現実の医学においてそのような因果関係は立証されていません。これは単なる誤った関連付けに過ぎません。健康な人々の間に一定の割合で信仰心、教養、思想、創造性を持つ人が存在するのと全く同じ確率で、側頭葉転換の患者の間にもそれらを持つ人が存在するだけです。そして何より、発作が慢性的に繰り返されれば、時間の経過とともに患者の認知能力や脳機能が著しく低下、退行していくという医学的現実は変わりません。数時間に及ぶ掲示と、転換重積状態の矛盾。この疑念を検証する上で、私が最も注目する医学的事実は、時間の長さです。先述した通り、側頭葉転換の発作が2分以上持続した場合、それは脳に深刻なダメージを与える危険な状態であり、患者には直ちに集中治療、ICU ケアが必要となります。では、無神論者はこの事実をどう説明するのでしょうか。大天使ジブライル、ガブリエルが預言者、彼にあった平安と祝福あれのもとに現れ、長い聖句を語りかけ、時には朗読するだけでも2時間から3時間を要するような膨大な長さの章、スーラを丸ごと伝えていたという事実を、彼らはどう解釈するのでしょうか。無神論者たちの妄想に従えば、預言者、彼にあった平安と祝福あれは、2時間も3時間も続く連続発作を起こしていたことになります。そのようなことは、医学的に絶対に不可能です。脳医学の常識として完全にあり得ません。ムスリムの完全な合意、イジマーとして周知の通り、クルアーンのすべての文字は、預言者、彼にあった平安と祝福あれがジブライルから直接、正しい発音、正確な文言、そしてすべての神聖な読法、キラーアートのルールに従って、一字一句を口頭のやり取りで授かったものです。ジブライルはある時は短い章を、またある時は極めて長い章を携えてやってきました。そして、系譜洞窟章、タウバ、介護章、アーラーフ、高壁章、ファトフ、勝利章、ムルサラート、使わされるもの章など、多くの長い章が一度に完全に完結した状態で下され、ジブライルはそれを預言者、彼にあった平安と祝福あれに対して一気に読み聞かせたのです。
つまり、啓示のプロセスはしばしば何時間にも及ぶものであり、これが転換患者の脳では一瞬たりとも耐えられないことは、医学界において議論の余地がありません。さらに、毎年のラマダーン、断食月の夜には、ジブライルが預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれと対面し、クルアーンの相互学習、ムダーラサを行っていました。毎夜、その時点で下されていたクルアーンの一部をジブライルが読み、預言者がそれに応じるという検証作業が行われていたのです。そして、預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれがこの現世で迎えた最後のラマダーンには、ジブライルは通常の2倍、すなわちクルアーン全巻を2回にわたって預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれと称号しました。これは高名なコンパニオンであるアブドゥッラー、ブン・マスウードやザイド・ブン・サービトたちの立ち会いの下で行われ、学者たちの間では、最後の称号、アルアルダ・アルアヒーラと呼ばれています。このように、何時間にもわたって理路整然と行われるテントの行進が、どうして転換の発作であるはずを模せるでしょうか。数分、あるいは数時間も持続する転換発作など、医学の常識ではありえないのです。私たちは、すべての無神論者に問いかけるべきです。啓示が下る瞬間のあの荘厳な威厳、神聖な静寂、そして下される聖句を完璧に把握、保持している預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれの 100% 明晰な意識のありさまを、どうして側頭葉転換の発作などと同列に扱えるのかと。転換の発作の本質とは、記憶の完全な喪失であり、患者の叫び声であり、地面への転倒であり、口からの唾液の流出、筋肉の硬直を伴う激しい全身の痙攣、さらには失禁、不随意の排尿、排便、そして発作後の極度の脱力感と深い昏睡のような睡眠です。そして目覚めた時、患者の頭の中は白紙であり、自分に何が起きたのかすら覚えていません。これら転換の無残な症状のどこに、神聖な啓示のありさまと結びつく要素が一点でもあるというのでしょうか。囚人監視の中での奇跡、大天使ジブライルの実体化。しかし、この洗練された反論の中で最も驚くべき、そして決定的な証拠は、数多くのコンパニオンたちによって語り継がれ、ブハーリーとムスリムの双方の、サヒーフに異なる伝承経路から最高ランクの神聖性、ムッタファク・アライヒをもって収録されている、ある有名なハディースの存在です。ハディース学者たちが、このハディースの神聖性は議論の余地がない、と一致して認めるエピソードです。この出来事において、大天使ジブライルは単なる幻覚ではなく、一人の人間の男の姿となって物理的に現れ、預言者彼にアッラーの平安と祝福あれだけでなく、その場にいた多くのコンパニオンたちの目の前で対話を交わし、イスラームの教えと法、シャリーアを直に教え諭したのです。側頭葉転換説を吹聴する無神論者たちは、この客観的な歴史的事実を一体どう説明するつもりでしょうか。実のところ、客観的な心を持つ人にとって、この一つのハディースだけで疑念を打ち砕くには完全に十分なのです。コンパニオン・アッラーが彼らを喜ばれますように、たちは、当時の光景をこう伝えています。ある日、預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれが人々の前に座っておられたとき、一人の男に変装したジブライルが主のもとにやってきて尋ねました。イマーン信仰とは何ですか？預言者は答えられました。信仰とは、アッラー、その天使たち、その継承たち、主との謁見、主の使者たちを信じ、そして死後の復活を信じることです。男は尋ねました。イスラーム、キエとは何ですか？預言者は答えられました。イスラームとは、アッラーに仕えて何者も主に拝せず、義務の礼拝、サラーを捧げ、定められた記者、ザカートを支払い、ラマダーンの断食を行うことです。男は尋ねました。イフサーン、死生とは何ですか？預言者は答えられました。アッラーをあたかも目で見るかのように崇拝することです。たとえあなたが見ていなくとも、本当に主はあなたを見ておられるのですから。男は尋ねました。その時、審判の日はいつ来ますか？預言者は答えられました。それについて問われているもの、預言者も、問うているもの、あなた以上に知っているわけではありません。しかし、その前兆についてあなたに教えましょう。女奴隷が自分の主、主人を産み落とすとき、そして裸足で衣服もない羊飼いたちが、競い合って高層建築を建てるようになるときです。これらはアッラーのほか誰も知らない5つの事柄に属します。そう言って、預言者、彼にアッラーの平安と祝福あれはクルアーンのルクマーン章第34節の、本当に審判の時の知識は、
アッターのおもとにだけある、という聖句を朗読されました。その後、その男は立ち去り、背を向けて出て行きました。預言者は、あの男を連れ戻しなさいと命じられましたが、コンパニオンたちが外を探しても、そこには人影一つ、何の痕跡も残っていませんでした。そこで預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは仰いました。あれはジブライルである。人々にその宗教、ディーンを教えるためにやってきたのだ。このハディースは、全学者の間で、最高峰の神聖性を持つことで一致しています。そして、特定の個人ではなく、モスクにいた大勢のコンパニオンたちによって同時に目撃され、語り継がれている歴史的事実です。最後に私たちは、無神論のロジックに対して究極のチェックメイトを突きつけなければなりません。大勢のコンパニオンたちが、目の前に現れた衣服の白い男、ジブライルを目撃し、その明瞭な声を聞いていたその瞬間、その場にいたコンパニオンたち全員が、同じ場所で、同じ時間に、集団で側頭葉転換の発作を起こし、同じ幻覚を共有していたとでも言うのでしょうか。これこそが、無神論者たちの脳の疾患説が完全に破綻し、崩壊する決定的な証拠であり、預言者ムハンマド、彼にアッターの平安と祝福あれの預言者としての使命が、天からの紛れもない真実であるという動かぬ証明なのです。コンパニオンたちが大天使ジブライル、ガブリエルを目撃した事例は、これ以外にも数十もの状況で繰り返されています。以前詳しく述べたように、ハンダク、塹壕の戦いの後にもコンパニオンたちはジブライルを目撃しています。また、信徒の母サラマ・アッターが彼女を喜ばれますようにも、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれとジブライルが会話している姿をその目で見ています。では、彼女までもが、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれと全く同じ瞬間に側頭葉転換の発作を起こしていたとでも言うのでしょうか。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれの生涯の全体像、主がもたらされた数々の奇跡、そして主が事前に告げた通りに的中した未来の予言ニュースを振り返ってみれば、それは一目瞭然です。例えば、エチオピアのネグス、ナジャーシーが崩御したまさにその日に、マディーナにいながらその死を人々に告げたこと。ペルシアの王、キスラーが暗殺されたまさにその日に、その事実を正確に伝えたこと。ウマル、アリー、ウスマーン、タルハ、ズバイルの5人について、彼らは一般の人々のようにベッドの上で病死するのではなく、全員が殉教、暗殺によって命を落とすと予言し、すべてその通りになったこと。ハラームという女性に対して、あなたは海の戦いにおける殉教者になる、と告げ、数年後にその通りになったことなど、枚挙に暇がありません。これらの中には、大勢のコンパニオンによって同時に伝えられた確実な伝承、ムタワーティルが数多く含まれています。もし私たちが先入観を捨てて真実を直視するならば、自分たちが、真の預言者の前に立っていることを、決定的に確信するはずです。ハーティブの秘密の手紙と、天からの超常的な通知。かつてコンパニオンの一人であるハーティブ・ブン・アブー・バルターが、マッカの多神教徒、ムシュリクに向けて、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれの軍事機密を漏らす手紙を密かに送ろうとした事件がありました。その瞬間、天からの啓示によってハーティブの裏切り、手紙の存在が預言者に知らされたのです。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは数人のコンパニオンを呼び、次のように命じられました。今すぐ出発し、ハーフの園という場所に行きなさい。そこにはラクダの天幕、ホード人に乗ってマッカへと向かっている一人の旅の女性、ハージラがいる。彼女はハーティブからの秘密の手紙を隠し持っている。その手紙を彼女から取り上げて、私の元に持ってきなさい。コンパニオンたちは馬を走らせてその場所へと向かい、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれが予言された通りの場所で、まさにその女性を発見し、手紙を回収したのです。コンパニオンの一人はこう回想しています。私たちは馬を全力で走らせ、指示されたハーフの園に到着した。すると、そこには確かにあの女性がいたのだ。マディーナにいた預言者、彼にアッターの平安と祝福あれに、その手紙の存在、それを書いた犯人の名前、そしてコンパニオンたちが追いつくであろう、正確な現在地を、一体誰が教えたというのでしょうか。雨乞いの祈り、ドゥアーの即座の成就。また、双方のサヒーフに収録されている神聖なハディースの中で、アナス・ブン・マーリクは次のような驚くべき出来事を伝えています。ある金曜日、預言者、
彼にアッターの平安と祝福あれがミンバル、説教壇の上で金曜礼拝の説教、言葉を行っていた時のことです。一人のベドウィンが立ち上がり、こう叫びました。アッターの使者よ。家畜は死に絶え、家族は飢えています。どうか、私たちに雨が降るようアッターに祈ってください。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれが両手を上げて祈られたその瞬間、空には雲の破片、一片の雲すら見当たりませんでした。しかし、主が手を下ろされるか下ろさないかのうちに、まるで山のような巨大な雨雲が湧き起こり、主が説教壇を降りられる頃には、大粒の雨が主の清らかな髭を伝って滴り落ちていたのです。雨はその日一日中降り続き、翌日も、その翌日も、さらに次の金曜日まで一週間も降り続きました。アッターからの頂上まとな恩寵、加護なしに、どうしてこのような祈りの即座の成就が起こりうるのでしょうか。ウマイルの暗殺計画を暴く。バドルの戦いの後、マッカの聖域、ヒジュルでウマイル、ワハブとサフワーン、ウマイヤの二人が密談を交わしました。ウマイルが、もし私に、返す当てのない借金と、残される家族がいなければ、今すぐメディナへ行ってムハンマドを暗殺してやるのだが、と呟いたところ、サフワーンはそのチャンスを逃さず、あなたの借金は私が全額肩代わりしよう。あなたの家族も、私の家族と共に一生面倒を見る、と約束したのです。ウマイルは、この計画は、私とあなただけの秘密にしてくれ、と言い、サフワーンもそれに同意しました。ウマイルは剣を鋭く研ぎ、猛毒を塗ってマディーナへと潜入しました。ウマイルが預言者、彼にアッターの平安と祝福あれの部屋に入ってきたとき、彼は、マディーナに囚われている、バドルの戦いの捕虜を解放するための交渉に来た、と言い張りました。預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは尋ねられました。では、なぜあなたの首には剣がかけられているのか。ウマイルは、剣など何の役にも立ちません。ただのご信用です、とごまかしました。預言者は、正直に言いなさい。あなたは何のためにここへ来たのか、と重ねて問われましたが、ウマイルは、それだけのために来ました、と言い張りました。そこで預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは、決定的な事実を突きつけられました。いや、そうではない。あなたとサフワーン・ウマイヤはマッカの聖域、ヒジュルに座り、こう言ったはずだ。もし借金と家族の心配がなければ、ムハンマドを殺しに行くのだがと。そこでサフワーンは、あなたに私を暗殺させる代わりに、あなたの借金と家族を引き受けたのだ。しかし、アッターはあなたとあなたの目的との間に立ちふさがれたのだ。これを聞いたウマイルは震え上がり、その場で叫びました。私は、あなたが本当にアッターの使者であることを証言します。この計画を知っているのは、地球上で私とサフワーンの二人だけだったのですから。これらの数々の奇跡や神聖な過去のどこに、無神論者たちが主張する、脳の転換発作などという理屈が介入できる余地があるというのでしょうか。日食の事件、自称預言者との決定的な違い。次の歴史的事件を、あなた自身の理性でよく熟考してみてください。もし預言者ムハンマド、彼にアッターの平安と祝福あれが、現代の無神論者が言うように、自分を預言者だと思い込んでいるだけの妄想患者であり、自分の立場を有利にするために周囲の出来事を利用しようとする人間であったなら、なぜ主は、最愛の息子イブラーヒームが亡くなった日に起きた日食の事件を利用しなかったのでしょうか。息子イブラーヒームが息を引き取ったその日、たまたま太陽が欠ける日食が起こりました。人々は驚き、預言者の息子の死を悲しんで、太陽が光を失ったのだ、と噂し合いました。もし預言者がその人々の言葉に同調し、その通りだ、これはアッターからのサインだ、と一言言っていれば、当時の不信仰者たちも大いに恐れ、衣服したに違いありません。自分の権威を高めるための、これ以上ない絶好のチャンスだったのです。しかし、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは人々の前に立ち、その噂を明確に、そして力強く否定されました。本当に太陽と月は、アッターの数ある奇跡、サインのうちの2つの兆候に過ぎない。これらは、誰かの死や、誰かの誕生のために日食や月食を起こすのではない。サヒーフ・アルブハーリー、サヒーフ・ムスリム。自らの立場を有利にする嘘や妄想を完全に排除し、宇宙の真実を毅然と語るこの姿が、どうして脳の病気を患った人間の姿であるはずがあるでしょうか。最高峰の奇跡、クルアーンの挑戦。そして何よりも、最大にして永遠の奇跡である、高貴なクルアーンの存在があります。全能なるアッターは、
当時の最高峰の雄弁家や詩人たちに対して、このクルアーンと同じような書物、あるいは、わずか一章、スーラだけでも作ってみせよと挑戦状を突きつけられました。しかし、彼らは誰一人としてそれを行うことができませんでした。アッターはクルアーンの中でこう断言されています。もしあなた方がそれを行わず、いや、あなた方は決してそれを行うことはできないのだが、バカラ章第24節。彼らはついにそれを行うことができず、その能力もありませんでした。クルアーンはその後も、アラブのあらゆる雄弁家や知識人たちに挑戦し続けましたが、彼らはその完璧な美しさと真理の前に、ただ沈黙し、一生たりとも模倣することを諦め、退却するしかなかったのです。これらすべての圧倒的な医学的、歴史的、論理的な証拠は、預言者、彼にあったの平安と祝福あれに下っていた神聖な啓示を、即答用転換の発作などと解釈する試みが、いかに医学を無視した、あまりにも滑稽で、お粗末な妄言であるかを雄弁に物語っているのです。